はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、新スタジオ完成のお祝いということで、なんと、アサヒビールさんからお魚いただいております。それがこちら。なんだ。お、この大きさは、タイではないな。お、嬉しい。じゃん。立派な天然ブリですね。立派な寒ブリ。これ最高のブリですね。そしたらこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら。丸々太った天然のブリっていうことでね、朝日さんありがとうございます。むちゃくちゃ嬉しい。しかもブリだけじゃないんですよ、今日いただいたの。こちらじゃん。もう皆さんこの時期ですね。アサヒビールの桜缶春限定スペシャルパッケージですよ。この桜缶がスーパーとかコンビニで売り出されてるのを見ると、春が来たなって思いますよね。春はこれ飲まないと始まらないですよね。というわけで今日はこちらのいただいた天然の寒ブリを使ってこのピンク色のやつに合う料理を作っていきます。ブリは何してもうまいんですけど、やっぱりやりたいのはブリしゃぶがやりたいんですよ。結局これがやっぱうまいんです。でブリしゃぶとちょっと半物も欲しいんで小さい丼みたいなやつも作りましょうか。で今日のしゃぶしゃぶがこの発想はなかったっていうヘルシーなタイプのしゃぶしゃぶでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。でまずこのブリを鱗取って3枚におろすところまでここでやりましょう。で3枚おろしになったらキッチンの方に行って仕上げていきましょうか。本当にこの土間作業スペースとあっちのキッチン2つに分かれてるとマジで楽。こんだけシンクがあるともう20キロ30キロぐらいの魚でもいけますからね。ここでこのブリで8キロから10キロぐらいなんですよ。まだ全然余裕ありますよね。本当にね魚さばくのが楽しい最近。そうしましたらまず鱗取っていきましょうか。で僕天然ブリを触ると手ボツボツになるんですよね。特に天然ブリの内臓なので手袋させてもらいます。では鱗取っていきます。一見ブリってあんまり鱗ついてなさそうなフォルムしてるんですけど、こう見てください。むちゃくちゃ鱗ついてるんですよ。なので鱗はしっかり取った方がいいですね。まだ全面落としてないのにこんな取れるんですよ。でお腹の方にもびっちりついてますんで鱗はしっかり取ります。で天然ブリは養殖ブリに比べて鱗が大きい、そして硬いですね。なので取り残しのないようにいきましょう。で今日のしゃぶしゃぶは皮付きのまましゃぶしゃぶにしたいと思いますんでなおさら鱗をきれいに取ります。はい、片面取れました。そしたら反転させてこっち側も取っていきます。で特にこの背中のラインですね、3枚におろす時にここに包丁を当てますのでここに鱗がついてると包丁なかなか入りません。なのでこの背中のラインギリギリまで、背びれのギリギリまで鱗を取ります。で気をつけてほしいのはブリの背びれ、ここら辺はね鋭いトゲないんですよ。なのでここだけ触るとブリはトゲがない優しい魚なんだなって思うじゃないですか。でもね違うんですよ。ここに4本ぐらい、3本4本5本ぐらい超鋭いトゲがあるんですよね。これです。この鱗かいてる時にガシガシって言ってる時に指をここでブシュッと刺すとものすごい痛いです。穴開きます。めちゃくちゃ鋭いんでね。でブリのばい菌が体内に入ってきちゃってもうパンパンに腫れちゃいます。なんでブリのこの背びれの隠れてるここには5本毒針みたいなのがあると思ってください。気をつけてくださいね。なのでヒレの付近鱗取るときはとにかく気をつけて、本当これでねやられてる人いると思います。ツバスとかハマチも一緒ですね。とにかくここ気をつけてください。魚の背びれはいくらトゲがなさそうに見えても警戒した方がいいです。こういうね隠しびれがありますんでね。そしたら鱗が取れたら鱗を洗い流していきます。さっさと。そうしましたら頭を落としていきましょう。まずはここ顎ですね。顎の付け根、ここ1本断ち切ります。バスッとね。ここは柔らかいのでどんな包丁でもいけます。バスッと。そしたら手でここ先ほど切ったところに手を入れて、で親指で目を押さえます。こういう形ですね。クッと持ち上げます。そうするとこう安定しますんで、もう親指は思い切って目の中に入れちゃってください。こうするとねだいぶ安定します。で安定したらその隙間から包丁を入れて膜を切ります。膜を切り外したらここです。ここに背骨がありますんで、背骨を断ち切る。で関節にうまく入れます。そ
そうするとサクンと落ちますんでね。関節はこうやって探してて、カコッとはまるところ、そこが関節です。そしたら次は、お腹を割ります。はい、おー、いい油ありますね。お、なんか食べてるんじゃない？お、なんか食べてる。いいね。分かってるね。久しぶりにやりましょうか。胃袋チェック。この胃袋チェックはね、根強いファンがいますから。街でリスナーさんとかと会うと、最近胃袋チェックやってないじゃないですか、やってくださいよ。そういう意見結構いただいております。なのでやりますね。さあ、では、長細い系ですね。一体何を食べているんでしょうか。うわー、溶けてる。溶けてる。くっさい。くさい。丸味かな、これは。マージじゃなさそうだな。これ、でも、アジだ。マージですね。ちょっと痩せ型のマージが1、2。これ丸味っぽいな。丸味、マージ。これ溶けてんのは、これカタクチイワシですね。セグロイワシ。やっぱベイトはアジとかイワシばっかですね。カタクチイワシたくさん、マージに丸味1でしたね。よし、そしたらここ、血綿を描いていきます。僕はね、こういう鱗かきで、まずガチッと傷をつけます。鱗かきがない場合は、包丁でこうやって傷つけてください。V の字に。で、切れ込みが入ったら、ある程度こうやって手で描いてもいいし、鱗かきがあれば、鱗かきのこのツルツルの方、ここでカリ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 と。そうすると、ざっくりとした血綿はこれ取れます。でもこれじゃあんまりにもざっくりなので、仕上げはブラシで。そうするとこの細かいところの血まで綺麗に取れますんでね。こういうブラシがない場合は、亀の子だわしとかでもいいと思いますんでね。最悪歯ブラシとかでもいいと思います。早くブリしゃぶ食いてー。今日のブリしゃぶは本当皆さん真似してほしい。そしたら3枚におろしていきます。まずお腹の方から1本。反転させて背中の方に1本。さーっと。で、2立ち。で、ちょっと持ち上げて、この背骨の山、山頂のところですね。そこに包丁の刃先を滑らせます。そしたら尻尾から包丁を入れて、ここですね、腹骨がついてますんで、腹骨を断ち切る。で、腹骨が切れたら、あとは尻尾を切るだけ。そうすると、三枚おろしの完成。非常に簡単。で、こっち側も一緒。お腹の方から包丁を1本入れていきます。で、反転させて、背中の方もまずは皮を1枚。皮1枚切れたらペロッとめくってギリギリを攻める。身がしっかりしてる。ものすごく鮮度いいですこれ。で持ち上げて背骨の山頂に包丁を通して、はい、こんな感じ。はい、これでブリの3枚おろしの完成。そしたら向こうのキッチンに行きましょう。さあ、そしたらこちらのブリ、この水気をしっかり取りまして、でこういうところの取り残しの血を取りまして、まだまな板が新しいからツルツル滑りますね。そしたらまずはカマを外しちゃいます。でカマが外れましたら次、腹骨ですね。腹骨をすいていきます。できるだけ薄く。でもあんまりキワキワを攻めるとこうなるんですよ。あえてキワキワを攻めますね。ほら、わかりますかね。ブリの腹骨って割と食い込んで入ってるんですよ。なのであんまりキワキワ攻めすぎるとこういうふうにね、骨が残っちゃうんですよね。なので骨が残らないいい角度でこうすいてあげるといいと思います。ここ見るとよくわかりますよね。すごい溝が深い。そしたら真ん中に血合い骨が入ってますんで、血合い骨を切っちゃいます。はい、背中の方ですね。で天然のブリはこの尻尾の方、ここに高確率でミミズみたいなブリ線虫っていう寄生虫が入ってますんで、それがいないかチェックしてください。こいつは入ってないですね。珍しい。大体いるんですけどね。食べても無害なんですけど、ちょっと気持ち悪いので発見したらニュ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 ッと取ってあってください。スーパーとかでブリの切り身買う際も、これ尻尾の方を避けて買うと安全かもしれませんね。大体売れ残ってるのってここら辺なんですよ。こういう腹のところとかこう背中の一番目のところはすぐ売れちゃってますね。そんなイメージがあります。市場とかスーパーでも。じゃあ、腹の方はしゃぶしゃぶにしましょう。で背中の方の脂の乗った結構しっかりしたところですね。ここを漬けにしましょう。で漬けにして丼にしましょうか。で皮引いちゃいます。いつもこうやって皮引くんですけど、こういうね皮の引き方もあるんですよ。こうなんて言うんだろう、皮を引っ張りつつ包丁を押し当てる。
こんな感じ。わかりますかね。マグロとかでこういう皮の引き方するんですけどね、ブリとかでも、できないことはないですね。こういう感じ。この引き方は皮目が綺麗に残りづらいっていうデメリットはあるんですけど、まな板に皮の面がつかないので、まな板を清潔に保ちながら皮が引けるってメリットはあります。そしたらここ血合いがついてますね。ここね、血合いは取っちゃいましょう。新鮮なんで血合いも美味しいんですけど、ちょっと取りますね。そしたらそうだな、1センチぐらいかな、1センチぐらいに切っていきます。あんまり分厚すぎてもお米と絡まないんでね、薄すぎず厚すぎずで切っていきます。おー、いい油あるな。よし、こんなもんでいいでしょう。そしたら漬けだれを作っていきましょう。お鍋に料理酒、日本酒ですね、1入れます。で軽くアルコールを飛ばします。はい、で沸騰してアルコールが飛んだらボウルに入れます。で酒1に対して醤油を2から3ですね。漬け込み時間を短くしたい場合はちょっと醤油を多めに入れたらいいと思いますよ。今日はこの韓国のジン醤油がケジャン作った時の余りでありましたんで、これ使っていきます。でそこにみりんも少し入れます。酒1、みりん1、醤油2から3ってとこですね。そしたらこの漬け地に先ほど切ったブリを入れていきます。でこれで1時間ほどつけていきます。そしたら次はしゃぶしゃぶを作っていきます。で今日のしゃぶしゃぶはこのブリとこの大根、これを使います。大根をたくさん食べます。ただ大根を刻むんじゃなくて、この大根を全部つまにします。この食べ方がねマジでうまいんですよ。でまず適当に切ります。で皮もそぎます。でも大根は1本つまついちゃいます。この食べ方だと余裕でこの大根を1本食べれちゃうから不思議なんですよね。ほんで普通つまつく時って大根のここら辺に切れ込みを1本入れるんですよ。そうしないと長いつながったつまになっちゃうんですよね。でも今日はあえて切れ込みを入れないで長いつまを作っていきます。はい、ではこのようにつまがつけました。そしたらざるに移して水を切っていきます。そしたらこの水を切った大根のつまを長く棒状にお刺身を盛るような感覚でこう持ってきます。でポイントはできるだけつまをはみ出さないようにこうまとめる、棒状にしてあげる、こういう感じですね。そしてここで切る、このぐらいの大きさで。そしたらここにブリちゃんを切っていきます。でブリ切るときは皮目から切ると皮がぐちゃぐちゃぐちゃってなって切り口があまりシャープに切れないので、身の方から切るといいと思いますよ。こういうふうに1本入れて皮目まで来たら包丁を立てて皮を切ると、そうするとシャープになります。で先ほどのつまの上にこう丸くこういう感じに置いていく。切ってそしたらこう丸く覆いかぶす感じで、新しいですよねこのスタイル。こうつまの上に乗ってると刺身の盛り合わせみたいなんですけど違います。こういう感じでどんどん同じようにやっていきます。はい、こんな感じですね。そしたらこういう空いた隙間にこう豆苗とかあとえのきとかもねこうやって添えるといいですね。で仕上げにすだちやなんかも添えて、はい、これでぶりしゃぶの完成ですね。はい、そうしましたらぶりの漬けがいい感じに出来上がってまいりましたので、ご飯の上にのせていきます。ちょっと穴開けて、でここに向きを一定間隔に置いていきます。うわ、いい浸かり加減、最高最高。たくさんあるんでね贅沢にいっちゃいましょう。大葉をかまして、でここの真ん中に卵黄。はい、これでぶりの漬け丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ食べていこう。
こちらが漬け丼卵黄のせと、今日はちょっと変わったスタイルのぶりしゃぶですね。でこれなんで大根のつまをこんなに引いたかというと、ぶりと大根のつまを一緒に持つんですよ。こんな感じ。そしてこれをこのお鍋の中に入れちゃう。で箸は離さない、離さずこのままで、もうだいたい3秒ぐらいでいいですね。このぐらいで OK で、ぶりと大根のつまがしなっとなった感じのところにポン酢をくぐらすと。でこれをいただきます。むちゃくちゃうまい。これね絶妙なんですよ。この大根をつま状にすることによってこのふわふわシャッキシャキになるんですよね。でこのぶりの脂がより絡まるんですよ。口の中でこう一体感がすごい。ほんでまたポン酢とかタレがよく絡むんですよ、この食べ方は。こうしてこう、僕ねこれたまたまスーパーの刺身でブリ買って、でちょっと色が悪いから妻と一緒にしゃぶしゃぶしちゃえと思って食べたらめっちゃうまかったんですよね。うまい。ほんでここで味変、これウニひ塩です。ウニ醤油とも言いますね。本当は生のウニをダーッと溶かすと一番美味しいと思うんですけど、今ウニむちゃくちゃ高いんですよね。なのでウニ醤油、これでもね十分美味しいですよ。ウニ醤油を昆布だしにさーっと入れて、ウニと昆布の相性はもう抜群ですから、はい、これでウニしゃぶだれの完成です。でここにブリですよ。大根のつまもしっかり持って、でしゃぶしゃぶしゃぶと、こうするとウニだれがこの大根のつまにすごい染み渡るんですよね。この場合はポン酢つけないでこのままいきます。いただきます。これほんとやってほしい。むちゃくちゃうまい。このスープがより絡まるんですよね。ブリの切り身だけしゃぶ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 ってするとあんまタレがつかないじゃないですか。これはこれで美味しいんですけどね。そしたら次こちら丼ですね。卵黄をパカッと割って、でこの漬けぶりと白米を一緒にいただきます。うまいな。これは外さんわ。ブリの漬けはうまい。これちょっと軽く炙ってもまた醤油が焦げた感じでうまいと思いますよ。はい、ということで今日はこちらのブリしゃぶとブリの漬け丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ、ピンク色バージョン。このカンカンがピンクってだけでテンション上がりますよね。なんかもう春が来たって感じ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。いただいたブリにいただいたピンク色のやつ、格別ですわ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝日さんからいただいた大きな寒ブリを使ってありそうでなかったヘルシーなブリしゃぶを作ってみましたけども、あの食べ方マジおすすめ。大根がたくさん取れるんでね、コスパもいいしね、やってみてください。そして実食の時に飲んでいたこちら銀色のやつ、ピンク色バージョン、本日の2月の1日から発売となっておりますので、ぜひ皆さんも買ってみて一足早い春をこの銀色のやつ、ピンク色バージョンで感じてみてはいかがでしょうか。この時期のバーベキューにこの桜バージョンがちょんちょんとこうね、ドリンクのところに用意されてるとなんか雰囲気出ますよね。あ、もうこんな時期かって。毎年これむちゃくちゃ飲む。本当にこれ飲まないと始まらないみたいなとこあるんでね、僕これ買っちゃうんですよね、見ると。このね、ギンギンのメタリックなこの渋いパッケージもそれはもうかっこいいんですけど、ピンクとこの桜柄とこのシルバーの朝日って文字、あえて朝日の文字だけシルバーにしてあるというね、このかっこかわいい感じ好きー。こういう状況でね、なかなか外に飲みに行けませんけども、この春限定のピンクの銀色のやつを飲んで一足早い春を2月に楽しんでみてはいかがでしょうか。僕はこの春
お花見したいな。お花見ができるご時世になってるといいですね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。